マスター、おかわり。これ欲しい。リクシルのスタイルコートですね。せっかく作ったガレージも当初の予算の関係で、ご覧の通り余裕がありませぬ。そんなわけで土地は余っているのでおかわりします。外交工事は接発注にしたので、そう。それが、泥沼の始まりだとも知らずに。外交業者5社回りました。しっかり予算と希望を伝えて、デザインと見積もりをお願いしました。予算の2倍の見積もり出てきた。まあ、予想外に、スタイルコートが高額商品ということです。それもありますが、外交屋さんによってドマコンの値段に違いがあることが見積もりを見て気がつきました。ドマコンの見積もり表記の違いを解説してみます。単純比較だと B 社が安く見えます。甘いわ。コストコのティラミス張りに甘いわ。安いと見えた B 社は、別見積もりで、型枠、管理、残土処分等の費用が別計上されています。結論としてよく見積もりを、穴が開くまで見ないと業者によっての値段の違いがわからない。さらにこのスタイルコート、めっさ、高級品でした。2台分で300番近い。1台でも200番超える。そして、なぜか、この商品は、値引き率が悪かったわけです。当時は、そんなわけですっぱり諦めました。オラフィフ。はい。稲葉、アゲイン。せっかくまた建てるのに同じメーカーですか？何をおっしゃいます。稲葉のガレージの品質の良さと頑丈さそして洗練された機能美。やはり私には、稲葉しかないのです。はい。組み立て完了しました。前回の失敗を考慮して、コンクリート基礎にしました。ところで、同じ稲葉ガレージでも、組み立て方が前回と違ってますね。そうですね。前回は、ブロック基礎とドマコンを完成させてから組み立ててましたが、今回は、基礎完成を、組み立ててからドマコンを、打ってますね。どちらが正解かわかりませんが、基礎の関係なのかもしれませんね。あら、前回の稲葉と少し違いますね。おう、良いところに気がつきましたね。稲葉のガレージアで高さを、標準より高めのものを、選んでます。また左側の開口部が、右より広めです。そして左側は、自動シャッターをつけました。こんなてんこ盛りしたのに。1回目のガレージよりかなり安く建ててます。多分、100万は、差が出てるかもしれません。いや、出てる。さて、これで終わりでは、前回と同じです。今回は、これからが違うのですよ。早速荷物だらけ。仕方ないのです。断捨離したのに荷物減ってない。こんな荷物たくさんですが、このガレージを改造するんだぞ。ほう。どんな感じにするんですか？気の向くまま、風の向くまま、要は、行き当たりばったりということですね。とりあえず世田谷ベースを参考に、とりあえず断熱と壁作成を、します。ネットをポチポチ参考に、定番のスタイロフォーム、ガレージにビス穴を、開けたくないので構造体に挟みます。一応、気休めですがクレオトップを、塗りました。今回の稲葉ガレージには、強度強化用の針がありそこに、角材を挟みます。そしてノジ板で横固定します。ノジ板で下地を作ったらひたすら化粧板を貼っていきます。はいはい。先生、これ強度は大丈夫なんですか？おう、姉さん良いところに気がつきましたね。私もわかりません。素人作業なので。ですが、少なくともこの動画を作っている現在までいた壁が、剥がれたり等の不具合は、発生していません。ということは、4年は平気ということですね。4年経っても完成してないんだな。仕方ないですね。作業中に、色々と趣旨が変わってますから。脱線して黒板塗料を使ってみたり。思いつきで、その都度、
部材を購入して取り付けるから統一性ないし。まあビルトインガレージで余った壁板を活用したりしてますよ。それ以外は定番の OSB ボードですが、さてお次は天井に取り掛かりますよ。梁は 2x4 材を利用しております。やはり躯体に穴を開けたくないのでシンプソン金具塗材とアジャスターを利用して突っ張っています。せっかくの天井高をダメにしている気もしますが。確かに私も気にしましたが、断熱材を入れたりすることを考えると躯体にビス穴を開けないで対応する方法が思いつきませんでした。割と継ぎはぎだらけに見えますが、がっつり固定されています。天井用 OSB ボードは半分に切りました。一人で OSB ボードをカットしないで天井に貼るのは厳しいわけで、割と厚めの断熱材を入れています。そうですよね。断熱しっかりやっておかないと、また倒れますもんね。辛い記憶を。以前の稲葉ガレージで調子に乗って夏場の夜、作業してたら熱中症で倒れましたよ。そんなわけで断熱は必須です。照明はライティングレールを設置。それにしても一人で OSB ボードを持ち上げてビス止めするのは重労働です。あとは、こまごまと作業ですね。ちなみに作業始めて2年目に入っています。無事に片側の天井設置が完了しました。それにしても荷物増えてませんか？増えてますね。工具買い揃えたり材料揃えたりしてたら。さて反対側も作業始めます。こちらは幅が広いので角材を使います。容量は得ているのでサクサクと進めます。予算の関係で断熱材が薄くなりました。まあ、そんな体感変わりないし。角材もしっかりと端材と金具で固定です。幅があるので天井から来やすめですが、つります。効果はわかりませんが、断熱材薄いと綺麗に並べられます。この辺になると追加の部材が端材を利用するようになりました。しっかり計算しないで思いつきで買い込むから材料ばかり余ってるからでしょ。ざっくり計測があだになってますね。アクセントで四隅に角材を幅き代わりにしました。よく言えばアクセント。実際は隙間隠しなんですけどね。まあまあ、どうですか？この出来栄えは。こちらは車を入れるつもりなので照明位置もずらしております。いいんじゃないですか？しかし、ここまで丸2年かかりましたね。何にせよ、初めての内装で工具もなく買い揃えて、おまけに怪我までしましたしね。そうですね。卓上丸の子で流血騒ぎありましたね。怪我より土間今日で汚れるのを気にしていましたが。さて、今回はこれまでですが、さらにここから2年かけてまたこのガレージを壊して作り壊してとなります。次回予告。そろそろ動画撮影も少しだけ入ります。また見てね。